地球の皆さんこんにちは、月くんと申します。今日は私月くんが好きな怪獣を昭和、平成、ニュージェネと3つの時代に分けて3体ずつ発表していく自己満動画です。怪獣というか宇宙人とか悪のウルトラマンとか全部含めた敵キャラ全てが対象です。もし万が一好評だったらシリーズごととかでやってみてもいいかもしれません。コメントで同じ怪獣が好きですとか私はこれが好きですとかあればぜひ教えてください。このチャンネル恒例の最強怪獣ランキング動画と違って個人的な好みを堂々と発表できるのでワクワクしています。はい、ではまず昭和からいきたいと思います。月くんも一応昭和生まれおじさんですからね。昭和の3位はこちら、水星怪獣ドラゴン。いやかっこよすぎるでしょ。っていうか今気づきました。今日かっこいいっていう言葉を連呼するだけの動画になります。先に謝っておきます。好きな怪獣発表なんでそうなっちゃいますよね。このドラコはデザインがまず神ですよね。モノトーンの体と独特な模様もかっこいいし、尻尾の形も特徴的で羽がでかくて透明っていうのもバカみたいにかっこいいんですよね。羽はレッドキングにちぎられちゃうんですけど、でこのドラコが出てくる回って初代で2回あったんですけど、2回とも怪獣めちゃめちゃ出てくるんですよね。ウルトラマンが好きというよりかはもともと怪獣が好きで見てたので、その興奮もあって今でもドラコを見るだけで体がほてるというかテンションが上がります。風邪とかひいてもドラコ見れば治るんじゃないかっていうぐらい好きですね。一応ギガスよりは強いんですけどレッドキングに負けて、確か最初に地球怪獣に負けた宇宙怪獣という若干不名誉な記録も持っているはずです。間違ってたらすいません。ドラコが登場している回は2話とも本当に何十回じゃ聞かないぐらい見まくってましたね。2回目に出てきた再生ドラゴンの時はイデタイが開発した新兵器で体がボボボボボボボってなくなっていって倒されるんですけど、倒され方までかっこいいって思ってました。でもドラコソフビの角がすぐ折れちゃうんですよね。近所にあった謎のウサギの看板のローカルなおもちゃ屋でおじいちゃんに買ってもらったんですけどすぐ折れちゃいました。っていうか最初の1体でこの熱量最後まで持つか不安になってきました。はい、昭和の2位は異次元超人エースキラー。はい、かっこいい。もうそうとしか言えないっすね。すいません皆さん。先ほども言いましたけど月9はもともと怪獣好きからウルトラに入っていて、本編見る前にソフビとか本とかで存在を知った怪獣めっちゃいるんですよね。このエースキラーもそのうちの1体で、ウルトラ兄弟の技を使えるヤプールが作ったロボット超人という設定とこの金ピカでかっこいいデザインを見て一発で好きになりましたね。もう本編を見る前にめっちゃ好きでした。いざ本編を見た時はめっちゃ感動しましたね。初代とセブンはビデオでバカみたいに見てたんですけど、昭和2期の映像は当時なかなかレアで見る機会あんまりなかったんですよね。例えるなら当時テレビで全然見ることができなかったプロ野球のパ・リーグのスター選手をオールスターで見れた時の感動に似てましたね。中村紀選手とか松井稼頭央選手を見た時みたいな感じです。伝わるかわかんないですけど。でエースキラーがウルトラ兄弟からエネルギーを奪うシーンで、大体は胸のクリスタルの力かなんか特殊な力を使って力を奪っていたのに、帰ってきたウルトラマンジャックの時は物理的にブレスレットを奪っていてちょっとびっくりしました。15個ぐらい下の弟とウルトラマンごっこする時もかなりの高確率でエースキラーになってましたね、月9は。今思うと卑怯な兄貴ですね。ちなみにエースキラーのソフビは高校生の時にバイト代で大人買いしました。はい、ではいよいよ昭和の1位は宇宙恐竜 Z。 かっこよすぎ、それにつきますね。本当にゼットンは見た目もインパクトも演出も鳴き声も全部最高に好きな怪獣です。昭和と言わず全体で見ても一番好きな怪獣です。ベタですいません。全ウルトラ怪獣多分知ってると思うんですけど、それでもやっぱりゼットンが好きですね。もはや好きすぎてゼットンになりたいまでありますからね。いつまでもゼットン好きでありたい、飽きたくないという一心で逆にゼットンの回はあんまり何回も見ないようにしてましたからね、逆に。30年近く経った今でも好きなんで結果意味のない行為だったんですけど、ゼットンのすごいところって誰もがゼットンを強い存在であってほしいって願えるところにあると思うんですよね。ゼットンは強くあってほしいってみんな思ってると思うんですよ。それがすごいことだなって思います。しかもゼットンってどこか可愛いところもあるんですよね。それがすごいというかせこいですよね。あんだけ怖くて強い存在のはずが可愛いと思える要素もあるって最強やん。ゼットンお前がナンバーワンだ。
ちなみにソフビは母がゲスラのソフビと一緒に買ってきてくれていました。あとは昭和でいうとバキシム、タッコング、グランドキング、アストロモンスあたりも相当好きです。はい、続いて平成に行きましょう。3位はザムリベンジャー。めちゃめちゃかっこいい。乗せろ、今すぐ乗せてくれ。このモノトーンでまとまったデザインもかっこいいし、差し色的に入っている蛍光色もたまらなくかっこいいです。ボディがテカってて金属感があるのもかっこいいし、あとシンプルにめちゃめちゃ強い。昔からザムリベンジャーのソフビ出してくれないかなって多分100回はつぶやいてますね。平成も好きな怪獣めちゃめちゃ多くてライバルも多かったんですけど、その中でもトップレベルに好きな怪獣です。もうほぼ再登場とかの望みはないであろうことが悲しいですけど、かすかな希望は抱いています。はい、続いて平成の2位はウルトラマンサーガに登場した滅亡の邪神ハイパー Z のイマーゴ。これ考えた人天才。あまりにもかっこよすぎる。後々たくさん出てくる量産型のハイパー Z と違って羽が生えててデザインが洗練されているというか、ゼットンがよりヤバそうな存在になった感が出てますよね。能力も初代 Z の能力をそのまま強化したみたいな能力になっていて、現代の技術を使って表現した Z という感じでめちゃめちゃかっこいい仕上がりになったんですよね。結構がっつり見た目は変わってしまってるんですけど、ちゃんと Z でまさにハイパーな Z って感じで個人的にぶっ刺さりましたね。一番好きなのがハイパー Z のテレポートで、なんかブルンってテレポートする能力があるんですけど、それがあまりにもかっこよすぎてもう苦しいほど好きです。ゼロとコスモスとダイナの3人がかりの攻撃をかわしまくるシーンが好きすぎて脳汁ブシャブシャ出しながら見てましたね。あのシーンラスボス感えげつなくてかっこよすぎるでしょ。しかもその後サーガが出てくるんですけど、ああいう合体系のウルトラマンが登場してしまったら大体一方的に怪獣側がボコられて終わるケースが多いと思うんですけど、このイマーグは全くの互角に渡り合いますからね。怪獣兵器のことも考慮したらサーガより強かったんじゃないかってレベルで、しかもその戦いのレベルが高すぎてサーガもイマーグも本当に頭がおかしくなるぐらいかっこよかったです。今日本当にかっこいいしか言ってないんですね。はい、そして平成の1位はエンマ戦士キリエロイド。これだけ言わせてください。かっこいい。ティガのライバル的な立ち位置もかっこいいし、デザインもかっこいいし、強いし、鳴き声もかっこいいし、完璧すぎるし、もはや好きすぎて辛いです。メンヘラになるぐらい好きですね、キリエロイドは。ティガ放送当時10歳にもなってなかったのにすでに厄介オタクだった月9はですね、ティガのこと最初「はぁ？体に紫入っとるかな？ウルトラ兄弟じゃない？意味がわからん、そんなもんウルトラマンちゃうやろ」とか思ってたんですよ。当時 M78 ワールド以外の世界なんて明確にはなかったですし、長い間ウルトラシリーズで休んでたんでいろいろあったんですよね、ファンの気持ち的にも当時は。そんな僕を変えてくれたのが彼でした。っていうか文句言いながらもちゃんと見てたんですね、今思えば。キリエロイドがとにかくかっこよくて悪くないじゃんみたいな感じで、なんだかんだ平成ウルトラマンを受け入れることができたんですよね。だから彼がいなければこのチャンネルももしかしたらなかったかもしれないわけです。キリエロイド単体で見てもかっこいいんですけど、ティガとセットであの夜の街で戦う姿が本当に美しくて心に深く刻み込まれてますね。断っておきますけど、キリエルビトは好きでも嫌いでもないです。キリエロイドは大好きです。平成で言うと他にはユーキラザウルスとかダークザキとかパワードバルタンとかブリッツブローズとかもめっちゃ好きですね。はい、それでは最後のニュージェネに行こうと思います。3位は帝国騎兵レギオノイドダダカスタマイズ。これあんまり共感してもらえたことないんですけど、めっちゃかっこよくないですか？ザムリベンジャーにも言えることなんですけど、なんかゲツくんはモノトーンのロボット好きなんですかね。さっきからちょいちょい言ってますけど、怪獣を語る上で鳴き声ってめっちゃ重要じゃないですか。怪獣好きなら分かってもらえると思うんですけど、でこのレギオノイドの鳴き声もめっちゃ好きなんですよね。みたいなあの機械音がたまらなく好きなんですよ。分からんかな。でも絶対いると思うんですけど、他にも好きな人、もし分かるって人いたらコメントで教えてください。レギオノイドの鳴き声が好きっていうことに共感できなくても、好きな怪獣の鳴き声とかコメントで教えてほしいです。
鳴き声についての動画も今後何かしら考えて出したいと思います。ダダカスタマイズの好きなところは世界観のつながりみたいなものを感じ取れるところも好きなんですよね。初代に出てきたダダが何十年も経ってから出てきたレギュノイドをカスタマイズしているっていうのが良かったんですよ。はい、ニュージェネ部門の2位はウルトラマントレギア。まあゴリゴリの光の国出身のウルトラマンをここに入れていいかは正直微妙なラインだったと思うんですけど、許してください。このトレギアは本当に特殊というか異様なキャラで、光も闇も等しい価値しかないとか、光が正義だと誰が決めたとか、おいおいウルトラシリーズ、そんなうまくまとめるの難しそうなところに手を出して大丈夫かって心配になってしまうようなセリフをバンバン吐くんですよね。あと立ち回りもめちゃめちゃ陰キャムーブというか、影でこそこそ悪巧みしてるようないやらしい行動をとることが多くて、今までの敵とは全然違った感じなのも魅力の一つなんですよね。他者の感情をもてあそぶというか、焚きつけたり暴走させたり最低なやつなんですよね。でもそれでいて自分が戦ってもめちゃめちゃ強いっていうのもかっこいいですよね。トレギア嫌いな人も多いですけど、好きな月くんから見ても嫌いな人の気持ちがわかるというか、いやらしい性格をした特殊なキャラですね。メンヘラで中二病なおじさんなんですけど、個人的には憎みきれないというかすごい好きなキャラです。はい、ニュージェネ部門1位は虚空怪獣グリーザ。いやー、みんな大好きグリーザですよね。ニュージェネはどちらかというとウルトラマンをかっこよく見せるシリーズが多くて、怪獣はそもそもの数が少なかったり掘り下げもあんまりなかったりして、昭和とか平成に比べるとそこまで圧倒的に好きな怪獣って少ないんですけど、このグリーザは大好きですね。もう初めて見た時に、あ、これは意図的にトラウマを作りに来てるなってすぐ分かったぐらい、視覚聴覚両方に一気に恐怖を叩き込んでくるというか、あの Z の再来とも言えるような異常事態、とんでもなくヤバいやつが来ちゃったよ感、あのヒリヒリした感じが最高でしたね。メイキングかなんか忘れましたけど、田口監督が Z を意識したみたいなことをおっしゃってて、やっぱりかってすごい納得したぐらいものすごいインパクトでしたね。見た目も能力も設定も鳴き声もとにかくかっこいい。 X に登場した時も Z に登場した時も両方で大暴れでした。攻撃が全然当たらなくて、こっちが何人いようがお構いなしに無双されるっていう、理不尽に強すぎて悔しいんですけど、こんなとんでもないやつに会えて嬉しいみたいな矛盾したワクワク感を味わわせてくれますよね、グリーザが。いろんな怪獣のアイディアとかももう出まくってしまって、ウルトラマンだけを見せる方向にどんどんなっていっちゃうのかなって少し悲しくなることもあるんですけど、グリーザのことを思い出すだけでそんな不安を一周してくれるようなとてつもない魅力を持った怪獣ですね。ニュージェネで言うと他には X ダークネスとかエタルガーとかギャラクトロンも好きですね。はい、すいません、長くなってしまって申し訳ありませんでした。ここまでお付き合いいただいてありがとうございます。全体的にベタな選出になってしまったかなと思います。シリーズごとのランキングでもやればもう少し色が出るかもしれません。皆様のコメントもお待ちしています。さよなら。